2022年10月1日から15日までのいて座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。10月1日から15日までのいて座さんのリーディングを行います。まずこちらにソードのエースが2回連続で出てきております。そして今回はその次のソードの2も合わせて出ているんですけれども、この9月から始まっていること、あなたが始めようとしていることが、ものすごく早い展開で進んでいく。ですので、その速さに、その新しさに、その情報量の多さに振り回されないように、常に冷静でいるということが重要と言われていまして、それだけあなたの人生にとってとても重要な新しさが始まっていく。もうすでに始まっている方もいると思うんですが、その場合は、新しさが新しさを呼んで、新たな新しいことが始まっていく。そしてその新しいことというのが、何であっても、例えば恋愛だったとしても、趣味でしていることだったとしても、あなたに豊かさを富をもたらしていく。そしてその始めることがお仕事の場合は、本当にあなたにぴったりなもの、あとはお仕事内容によっては、時代を読めているもの、なのであなたに豊かさを富をもたらしていくと言われてるんですが、こちらにカワセミのカードと、利口でやりくり上手な狐のカードが出ておりまして、この新しさによって、あなたのビジネスの才能が開花していく。それだけ才能に合ったお仕事、その才能を引き出してくれるような環境に身を置ける。ですので、ビジネスを始めたいって思って、9月ぐらいから活動を開始している方の場合は、あなたに必要な人が集まってきたりとか、あなたを認めてくれる人が現れてくる。そしてそれがあなたのビジネスの成功につながっていくと思いますし、あと転職活動をされていた方も、あなたにぴったりな職場ととても良いご縁がある。あなたの才能を活かせるだけではなく、その才能を磨けるような環境、そういう環境に身を置いている人というのは、自然にあなたに必要な人を引き寄せていきますし、あなたに惹かれていく人が増えていく。ですので、お金の意味だけではなく、この新しさによって、心もそして生活も豊かになっていく、とても良い転機を迎えられると思います。そしてこちらに、双子座満月のカード、あなたが求めていた答えが届きますというメッセージが書かれてますが、その求めていた答えというのは、このビジネスの成功という場合もあれば、ずっと就活をしていて、採用通知を待っていた方の場合は、その採用通知、今まで勉強していたことの合格通知、何か創作をして発表していた方の場合は、あなたが求めていたような、もしくはそれ以上の感想が返ってくるとか、あとはこの時は繁栄と結びついているので、何か賞に応募していた方の場合は、賞を取る、とても良い評価を受ける、そしてその受け取ったとても良い答えというのが、この時の始まりにつながっていく。そして今回、この月のカードも出ておりまして、この双子座満月というのが2ヶ月後にあるんですけれども、
ちょうど伊手座さんのお誕生日の時期、12月8日にあるんですが、この時受け取る答えというのが、そのお誕生日の時期に開花したりとか、第2弾の良い出来事があるとか、もしくはこの時始めたことが、その12月8日前後にとても良い結果に、あなたに繁栄をもたらすような結果に結びついていくとか、特に今年の伊手座さんのリーディングでは、3月とか春もそうだったと思うんですけれども、この月の神秘的でとても強い力があなたの味方になって、あなたの力になって、今まで絶対無理だって思っていたようなことができるようになったりとか、自分でもびっくりするぐらいの力を発揮できる、絶対こんな人とは出会えないって思っていたような人と出会っていく。それでこの時期は、たくさんいろいろな出来事が起きると思うんですけれども、しかも新しくて新鮮な出来事ですので、とにかく冷静でいる、パニックにならないというのが重要で、こちらに谷のカードも出ておりますが、とにかく穏やかでいる、どっしりと構えて、起きる出来事に振り回されない、感情的にならないというのが重要で、試されている感じもするんですけれども、とにかくどっしりと構えて、冷静で穏やかでいることによって、あなたに必要な答えにも気づけるし、始めるべきものが自然と見えていく。焦らずに2ヶ月間猶予があるというふうに思うのもいいのかなって思うんですけれども、焦りそうになったら、パニックになりそうになったら、とにかく寝るというのもおすすめです。この月のカードにも寝てる人が描かれてますが、眠ることによってメッセージを受け取る方もいると思いますし、一晩寝かせることによって物事が好転している場合もあると思いますし、眠ることは美容と健康にも良いので、この時のラッキーアクションは眠ることかなというふうにも思います。眠ることができているということが、あなたの調子が良いということでもあって、調子が良い人というのは、いろいろな偶然の中から必要な答えを見出していって、自分の人生を切り開いていける。そしてこの時の答えというのは、あなたが抱えていたトラブルを解決していくことにもつながっていくと思うんですが、例えば金銭的なトラブル、人間関係のトラブル、そういったものが、この時は話し合いによって解決されていくって言われています。とても大きな問題の話し合いの場合は、この時その始まりのきっかけをつかんで、2ヶ月後に解決していくとか、長期戦になる場合もあると思うんですが、この時だからこそ、その話し合いが始まって、たった2ヶ月で解決していく。その他の時期だと、その話し合いのきっかけもつかめなかったりとか、あと解決まで何年もかかるとか、そういう重たい問題を抱えていた方もいると思うので、その場合はこの始まりがとても大きな転機になると思います。そしてこの時、恋愛が始まっていく方もいると思うんですが、その場合は、あなたの生活をより豊かにしていく恋愛が始まっていく。あなたの聡明さ、あなたの穏やかさに惹かれる人が現れてくる感じがするんですけれども、おそらくその方がお金持ちな人、ビジネスの才能がある人ですので、ご自身がビジネスを始めたいって思っていたような方とか、もうすでに始められている方の場合は、そのご自身の起業を通して同じく起業している人と出会っていって、恋愛が始まると同時にお互いを高め合える存在になっていくんだと思います。そしてすでにお相手がいる方の場合は、あなたと、そしてそのお相手の方とのバランスが取れるのかどうかというのが一番のポイントになってくると思うんですが、例えばお相手の方にやきもちを焼かれてしまう可能性もあると思いますし、この新しさで忙しくて、なかなか会う時間を二人きりになる時間を持てないとか、何かお二人の関係においてバランスが崩れてきたなって感じ始めた場合は、積極的に
話し合いの機会を持つというのがとてもおすすめです。この時は、話し合いがすぐにうまくいく、あなたの思いが伝わって、お相手の方もあなたのことを、あなたがしたいことをすぐに理解してくれる。そういう意味でも、冷静にご自身の状況を、ご自身とお相手とのエネルギーのバランスを見極めて、お二人の関係を見極めて、必要な時に話し合いの場を持てる。こういうのって少し時を逃してしまうと喧嘩になってしまったりとか、タイミングが重要ですので、お二人の関係のバランスの見極め注意してみてください。この雰囲気的に言っても、この秋からお誕生日の期間にかけて、あなたの人生を変える新しさが始まっていく。あなたの人生が、あなたの生活がより豊かになっていくと言われていますので、焦らずに冷静に状況を見極めて、ご自身の心の声を聞いて、このあなたの人生を変えていく新しいことを始めていただきたいなと思いました。それでは10月1日から15日までの伊手座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。